ボンジョー。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、私が20年以上前に公共交通機関を利用してセーヌ川が流れている土地を訪ね歩いた話を少しずつご紹介しています。今日は2001年5月、パリ郊外でのエピソードをお話ししたいと思います。当時、私はカメラバッグに小さなノートを入れておいて、メモを取ったり、パリに戻る電車の中などでその日の感想を書きつけたりしていました。それを改めて見てみると、2001年5月21日、パリ郊外の土地を訪ねた私は、ノートにこんなことを書き残していました。パリ・リヨン駅から各駅停車に揺られて1時間余り。地図の上でセーヌに近いという理由だけで降り立った駅には、人も駅舎もなかった。ただ、目的のセーヌだけは確実に、線路の土手下に悠々と横たわっている。こんなところで消息を絶っても誰にもわからないかもしれない。それくらい心もとなかったが、すぐさま帰るにはあまりにもいいお天気すぎた。しばらくすると、大型犬2匹を連れたおばさんが来るのが見えた。すみません。この辺にはパン屋さんとかカフェなんかはないんでしょうか？全くないわね。この道を登り切ったところにあるのは人口300人ばかりの村だから、見るべきものもないね。それより、川沿いを戻ったところになら、〇〇があるわ。最後の〇〇がよくわからなかった。が、ともかく一駅分の距離が歩けないほどでないのは分かっていたので、おばさんの言う〇〇とやらを見ておこうという気になった。それが仮に大したものでなくても、あるいは探せなくても、来た電車に乗れば済むことだ。お日様というのはつくづく偉大だと思う。今度は目の高さ右にセーヌを見ながら、草の間の白く乾いた轍を行く。土地の人らしい自転車の少年たちにすれ違い、タンクトップ姿の肉付きのいい方をした女性が、ボンジュールと駆け抜けていった頃には、気持ちがだいぶ落ち着いた。どのくらい歩いただろう。川幅いっぱいに高い鉄の橋のようなものがあるのが見えてきた。水面にはコンクリート製のごく細い中州が何本かある。近づくにつれてそこに働く数人の男の姿がはっきりしてきた。これは何ですか？岸辺のトラックに機材を積み込んでいる二人に尋ねる。エクルーズ。言葉の意味がわからなくてポカンとしていると、この大掛かりな装置の機能を説明してくれた。水門のことか。彼らは部品の修理を受け持っているらしい。そんな間にも、いつもはパリの端から眺める細長い船体の貨物船が、何隻かやってきては二筋の水路のいずれかに止まる。水位の高低差を利用することによって船を進める原始的といえば原始的な方法を目の当たりにしたのは初めてではなかったけれども、運河でもないところに
こんな大規模な水門があるのはちょっとした驚きだった。向こう側にある段差を流れ落ちる本流の響きを伴って何かがみなぎるような力強さに惹かれた。二人を見送ってからもその場を離れるのがなんだか惜しくて別のおじさんに聞いてみた。上に登ってもいいですか？ダメ元だと思っていた。ところがあっさり、いいよ。本当に？高いところに登りたがるのはなんとやら。子供じみた達成感とほんのちょっとのこわごわとがないまぜになって工事現場のような階段を登る私。かくして本人至って大満足の一日となったのであった。ところであのおばさんの言った〇〇がエクリューズだったかと言われるとなんだかちょっと違う気がしないでもない。はい。2001年5月21日、快晴の初夏のような日、パリから郊外電車に乗ってセーヌを遡る形で南東の方へ1時間ほど行った時の様子です。降りた駅はウォーブ、綴りが VOSVES なので、ボスブと発音するのかもしれませんが、おそらくウォーブなのではないかと思います。皆さん、水門を上から眺めたことがあるでしょうか？例えば、運河を巡る遊覧船などでは、船が水門で囲われたところに入って、そこでしばらく待っていると、その部分の水がぐんぐん上昇したり、逆に低くなったりして、船を水で持ち上げたり下ろしたりするエレベーターみたいになるのがわかります。その装置がセーヌにもあることを私はこの日初めて知りました。この辺りは川幅がかなり広いので、水門そのものも大きくて、パリのセーヌでもおなじみの平底の貨物船がお行儀よく水門に入ってはまた出て行くというのを繰り返していました。パリあたりでもそうですが、川幅が広くなってからのセーヌはどちらが上流でどちらが下流なのかがすぐにはわからないことがあるほどひたひたと流れている川です。水がほとばしる感じというのはあまりないのですが、この水門では全く違っていました。高低差を流れ落ちる水は圧倒的な体積と力を感じさせるもので、私はすっかりそのパワーの虜になって、ずいぶん長いこと、飽きることなく眺め、ゴーッという音に包まれていました。さて、エクリューズという言葉も知らない時の旅ですから、その土地にどういう歴史があるのかさえ全く分かっていませんでした。今少し調べてみると、この場所、昔は港だったようで、首都パリに供給する物資、例えばワイン、木材、石材などがこの港を通ってパリへと向かったようです。そして20年前の私が一人で歩いていた川沿いの道は、かつての引き船道、つまり船を引くための牛や馬、そしてもちろん力自慢の男たちが船を牽引するために使っていた道だったのです。水門ができたのは1860年代だそうで、その時にこの土地の風景は引き船から水門へと変わっていったようです。
それにしても今自分が書いたものを読み返してみると、見知らぬ土地で最初に発する言葉がパン屋さんかカフェはないですかというあたり、どうやら私は筋金入りの食いしん坊なのだなと改めて自覚しました。